こんにちは、大輔です。本日もですね、中国への渡航がいつになったらできるのかの推定に関して皆さんにね、ご報告をさせてもらうんですけど、本動画は2本立てとなっておりまして、そちらの後半にあたるものなんですね。より背景を詳しく知りたい方は、前回の動画概要欄に貼っておきますので、ご視聴いただければと思います。で、まずですね、結論からいきたいと思うんですけど、中国に関しては世界中の他の国と比較して早い段階で渡航解禁がなされるんじゃないかっていう話をさせてもらってます。で、特にビジネス渡航に関しては年内の解禁固いんじゃないかなというふうに見ているんですけど、本日はですね、その根拠に関して後半戦ということでですね、こちらの順序でお伝えしたいと思います。丸1、日本から中国への渡航制限。丸2、中国から日本への渡航制限。このね、丸1、丸2っていうのはもう現時点でどうなってるのかっていうお話ですね。そして最後にですね、丸3、渡航解禁は一体いつになるんだというこの3本立てでいきます。では、まずはじめにですね、丸1、日本から中国への渡航制限が現状どうなってるのかっていうところを見ていきましょう。外務省に定義がありますんでね、そちらを読み上げていきたいと思います。中国訪問について15日以内の滞在であれば、ビザ免除の措置をすべて一時的に停止する。ちょっとなんか読んでて、今おかしかったですけどね。要は、15日以内の滞在であればビザ免除の措置をっていうのは、要はパスポート入国ですよね。パスポートでの入国っていうのは一時停止するよということですよね。で、3月28日からこれまでに発行された有効な訪中ビザ、及び移留許可証による外国人の入国、暫定的に停止する。今後新たに取得する査証での入国は可能ということなんですね。要するに、パスポートでの入国が禁止。仕事などでの必要性があればですね、ビザを取得するという道に関しては一応残されているようなんですね。なので、どうしてもね、渡航する必要がビジネス上の理由からあるっていう方はですね、中国の査証申請センター、中国ビザ申請センターですね。こちらに連絡して事情を伝えることで渡航できる可能性に関してはあるというふうに見ていいんじゃないでしょうか。ただしですね、中国に入国した後に14日間の隔離措置が生じるケースがほとんどのようなんでね、この点には注意をされる必要があるといったところになります。で、最近ではですね、ちょっとニュース見つけたんですけど、日本の技術者がですね、137名、チャーター便で武漢に向かって、仕事復帰をね、果たされているというニュースが中国メディア、人民網というね、メディアで伝えられていました。こういった動きを見る限りなんですが、すでに中国側っていうのは、日本人へのビザ発給っていうのは緩和し始めてるっていうふうに見ていいんじゃないでしょうか。それでは次ですね、現状、中国から日本に渡航しようとしたときに何が起きるのかという話をしていくんですが、これも確認してみましょう。はい、で、現時点なんですけど、日本国籍かどうかで、ちょっとね、対応が分かれるということになるんですね。で、これ日本国籍であればですね、14日間の隔離措置が必要にはなるんですが、日本への入国、中国から日本への入国は可能と、見ていいんじゃないでしょうか。で、反対に外国籍の方、こちらはですね、一律で原則入国禁止になっていますので、注意が必要といったところです。で、他の動画でね、述べてはいるんですけど、この外国人の入国禁止、日本への入国禁止に関してはもうかなり厳格な制限になっていると見ていいんじゃないでしょうか。その人道的配慮もね、なされないケースも中にはあるようなんでね、安易に日本入国を試みるのは現時点ではリスクが高いというふうに思われます。こちらのチャンネルを見てくださってる方の中で外国籍の方多数いらっしゃるかと思いますので、日本への渡航は現時点ではほぼ不可能というふうに理解せざるを得ないといったところをお伝えをさせてもらいます。で、それではね、結局のところ、渡航解禁いつになるのっていうのを次にお話ししていきたいんですが、これはね、先日動画でお伝えした状況から、外務省の発言が変わっていないものですので、あんまりね、新しい情報をお伝えするのも現時点では難しいんですけど、一旦ね、どんな発言があったのか
っていうのを確認していきましょう。外務省茂木大臣が6月10日の衆議院予算委員会で入国制限緩和に関して語っていました。で、その中のね、ワンフレーズなんですが、緩和に関してですね、彼が言ってたのが中国は念頭にないっていうことを発言されていたんですね。まあ、厳しいですよね。なかなかまだ見通しが立たないということなんですが、ただね、前回の動画で述べた通り、統計上の感染者数だけを見ると、世界各国と比較して、低いという説明ができてしまうんでですね、この中国のみね、その緩和がなされないといった状況は、理由が他にあるというふうに、見ざるを得ないということになるのかもしれないですね。なので、ちょっと悩ましいんですけど、ここからはですね、かなり政治的な見解を含むってことになってしまうので、この動画でね、見通してその情報をお伝えするのは、正直私にも難しいといったところなんですよね。思いつくところだと、だから韓国のね、国家安全法これをめぐって米中対決までね、発展してるっていう事態が起きてますからね、これの行く末を見守ることが、このね、入国緩和に関連してくるのか、ちょっとわからないですけどね。あとは、ね、アメリカも今、日本はね、アメリカ人というか、アメリカからの渡航に関しても入国制限を解除していませんので、外国籍の方は。これはね、中国からの渡航とも同じですけどね。なので、アメリカからの入国制限解除の見通しが現在も立ってない中で、そのアメリカと中国とのね、その関係性も含めて、どういうふうに、そのね、日本政府が中国と交渉されていくのかっていうところは、これを見守っていく必要はあると。で、ね、そういうね、政治的背景もあるんでしょうけど、実はそのどちらでもなくて、入国制限解除を一回してしまうとですね、その感染リスク的に、まだその判断しかねる部分があると。要するに、その仮に解除したとして、その後に二次感染が起きた時に、改めて日本政府は入国制限もう一回かけないといけないじゃないですか。で、そういった時の、入国制限への反発っていうのはね、必ずまたあるはずなので、そういったところに対するね、その政治的課題っていうのは、もう各国それぞれに対して、おそらくね、考慮をしてるっていうことがね、あるんじゃないかなっていうふうに、これ個人的にはですね、見させてもらってます。ちょっとこの場で、これらのね、見通し立てていくっていうのは、ちょっと重すぎるので、こういうね、様々な考慮があった上での制限緩和っていうことで、早い段階であればですね、8月から10月ぐらいには、もうまずはビジネス渡航ですけどね。いきなり観光客ってことはない。政府がね、これはもう発表してますんで、あれですけど、まずはビジネス渡航。こちらが指針としてね、日本政府から出てくる。これは十分期待していいんじゃないかなというふうに見させてもらっています。でもね、第一段階の国には、一応ね、中国がまだラインナップされていませんので、おそらく、この第一段階の国からは一歩遅れる形にはなるんでしょうけど、その第一段階の後に表明される可能性は、それでも高いんじゃないかなというふうに、個人的にはね、見させてもらってます。経済的な面であったり、その感染のリスクの面から見ても、中国ね、非常に、優先度が高い国だと理解をしてますんでね、そういうふうになるんじゃなってほしいなというふうに思っています。で、このね、ご質問をいただいた視聴者さんに関しては、中国の広東省に今住まわれているということで、日本にね、来られる時には、香港経由で入られると教えていただきました。で、コロナの件はもちろんそうなんですけど、今ね、香港で起きている事態もね、あるかと思いますので、そちらに関しても収束していくように、ちょっと願いたいなと思っています。ということでね、今日のまとめは以上になるんですけど、最後にこのチャンネルではですね、安全に海外に行けるのが一体いつになるのかっていうことについて最新情報をお伝えしてまいります。出張だとか留学ができなくなってしまった方、家族、友達、恋人に会えなくて困っている方、で何よりもね、海外の空気を、吸いたい、空気をね、楽しめなくて、寂しい思いをされている方っていうのはとっても
多いんじゃないかなというふうに思ってます。私もその一人なんですね。なんで、コロナ明けの海外行き待ち望んでいる方は、ぜひチャンネル登録されることをお勧めいたします。ということで、本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。さよなら。